はい、この動画では eBay 内の広告、プロモーテッドリスティングの使い方についてお伝えします。プロモーテッドリスティングというのは eBay 内で広告をつける機能です。広告の実際の費用はですね、セラーが設定することができます。もちろん費用が高いほど優遇されます。他のライバルと比べて費用が高いセラーが上に来る広告のオークションです。広告つけれるのは固定価格のみです。バイイットナウのみです。オークションにはつけられません。この広告、プロモーテッドリスティングのメリットなんですけれども、検索で上位に表示されると。で、関連アイテムって横とか下とかに出てくるときありますけれども、それにも表示されやすくなります。で、その広告によって売上アップの効果っていうのは非常に高いですね。一番安い金額でも売上が倍ぐらいになることがあるんで、とりあえず安くてもつけた方がいいです。この広告ですね、誰でも使えるわけじゃなくて、一応使用条件があります。初めて売ってから90日以上経ってると。セラーレベル、アバブスタンダード、平均以上ですね。トップレーテッドがアバブスタンダード。ビロースタンダードに落ちてしまった場合は使えないです。普通の人は使えると。で、他にもね、細かくいろいろあるらしいんですけれども、その辺公開されてないことが多いんで、いつまで経っても使えないということもあります。大体使えるようになりますけど、ストア登録は以前必須だったんですけれども、ストア登録しなくても使えるようになっています。で、このプロモーテッドリスティングはですね、2種類あります。2021年の秋から種類が増えて2種類になりました。今までのはスタンダードってつきました。これは今までのやつですね。それと新しくアドバンストっていうのが増えました。2種類になりました。で、今までのやつは売れた時のみ課金される。広告経由で売れた場合のみ広告料が請求されるっていう方式ですね。で、新しい方はですね、クリックされるたびに課金されるっていう。検索キーワードを設定して検索されたら広告が表示されて、でその広告がクリックされると課金されるっていう仕組みですね。Google とかで一般的に使われている CPC って呼ばれるタイプの、よく一般的に使われているタイプの広告ですね。で、今までのは売れた時のみなんで、浅く広くっていうか非常に効果があるんで、基本的に全商品に少しだけかけるっていうようなイメージでいいと思います。で、新しい方はですね、キーワードを設定する必要があります。なんで全商品にキーワード設定していくのもなかなか大変ですんで、目玉商品、特に売りたい商品にですね、キーワードを設定して、売れなくても課金されますんで、全商品ではなく絞ったかけ方をするのがいいと思います。特に在庫がいっぱいある商品とかですね、自社商品とかがいいと思います。繰り返し売れるようなものがいいですね。こちらは繰り返し売れるようなもの、在庫がいっぱいあるものに向いてると言えます。で、これ両方とも合わせて併用することもできます。はい、それでは実際に広告の付け方、実際の画面で広告の付け方をお伝えしていきます。セラーハブのですね、マーケティング、こちらのアドバタイジングダッシュボード、ここから広告を設定します。ストア登録してない人はですね、これ出てこないんで、直リンクを説明欄に貼っておくんで、そっちから飛んでってもらっても大丈夫です。皆さん大体ストア登録してると思うんで、その場合はマーケティングのアドバタイジングダッシュボード、こう選んで、2種類出てきます。こちらが今までのプロモーテッドリスティング、スタンダードって名前がつきましたけど、それとこっちが新しい方、まだベータ版なんですけれども、まずこちらの方を設定していきます。設定の方法ですね、3種類、シンプル、バルク、オートと3種類あるんですけれども、とりあえずシンプルでお伝えしていきます。ちょっと画面が3種類あるんですけど、まずシンプルで普通のスタンダード、プロモーテッドリスティングの設定します。クリエイトキャンペーンと。シンプルを押すとですね、こうやって商品が出てきますんで、ここで金額とかカテゴリーで絞ったりすることができます。で、広告をつけたい商品をチェックして、もしくは全部つけるんであればこれチェックして、で、これで商品を選んだらレートを設定します。これで商品ごとですね。これとりあえず eBay の推奨するレートが入ってるんですけれども、6.8% になってる。これちょっと高いんで、1でもいいで、最低 1% です。売れた金額の 1% を広告料として手数料の他に取られます。普通の手数料の他に広告費が取られます。 1%。1% でも売上が倍近くなると思うんで、とりあえず1でもいいです。で、こうやって全部設定して、で、こちらレビューと。で、こうキャンペーンの名前を一応つけて、この広告をやめたり変更したりするため、自分で判別するための名前。とりあえずキャンペーン1。で、名前をつけてローンチと。で、これで設定ができました。で、キャンペーンが一つでもあるとですね、
このパフォーマンスの画面が表示されます。でこっちが下のがプロモーテッドリスティングなしでの表示回数、上がプロモーテッドリスティングによる表示回数ですね。もう一回やっていきましょう。クリエイトニューキャンペーン。新しくまた作るときここから広告を入れながら。でこの画面でさっきシンプルで作りました。バルクっていうのは CSV ファイル。Excel とかでリストを作って設定するのに便利な機能です。ただCSV ファイルを作るまでもないかなと思うんで、これはあんま使わないです。オートマティッドは広告費をですね、eBay の方で自動で調整するっていう機能ですね。今度こっちで作ってみましょう。クリエイトキャンペーン。で、商品を選びます。キャンペーンの名前を入れて、いつからいつまで広告を掲載。これはずっとってことですね。コンティニュース。で、ここでカテゴリーを選んで、これ、オール全部になってます。で今、チェックがついてる方が自動です。自動で eBay が広告費を調整します。で、これ、チェック入れとくと上限は 25% まで。ライバルよりも多分ちょっと高くしてくれるんだと思うんですけれども、他のセラーとの兼ね合いを見て自動的に上がったり下がったりする。だからもしこっち自動にするんだったら上限は決めといた方がいいと思います。高くても 10% ぐらいでしょうね。10% したら結構高いですよね。簡単なのはですね、ここで 1% にすると全部 1% になりますんで、1% でも効果は絶大なんで、ないよりは。とりあえずはこれでいいと思いますね。これで全商品 1% になります。ここにある全商品が 1% になります。これでローンチと。これで設定されました。今2回やったんで、こう2つになってますね。最初に設定したキャンペーン1と、でキャンペーン2。これ今、キャンペーン1はアクティブになってて、キャンペーン2はペンディングになってますけど、これすぐには反映されないんで、数分したらこっちもアクティブになります。で、これは売れた時のみ反映されますんで、売れなければ広告費はかからない。また、広告をクリックされないで売れた場合は広告費はかからないです。3分の1とか、もしくはそれより少ないぐらいが広告経由で売れるようになると思います。ジャンルにもよりますけれど。で、広告をやめたいときは、ここのキャンペーンをエディット。ポーズとかエンド。ポーズにしたら一時停止。で、完全にやめるにはエンド。終了しますか？で、終了しました。終了。で、今更新されたんで上がアクティブになりました。でこれやめるときは、エンド。やめますか？ここでレポートを見ることができますけど、レポートももういらないってことであれば、これでデリート削除しました。今のがこちらスタンダード、今までのやつだったんですけども、こちらとりあえず全商品ね 1% をかけておくことをお勧めします。でこっちが新しいやつでアドバンスト。こっちまだベータ版なんで動作がちょっとわかんないですけど、これの設定もやってみます。クリエイトキャンペーンで、これで名前を入れてキャンペーンネーム001と。でこちら広告の費用です。1日にいくらまで使うか。もし10にしたら毎日10ドルまで10ドル分クリックされるまで広告が有効になる。とりあえず試しに1ドルでいつからいつまで。でこれはずっとお金かかるんで忘れちゃ困るんで、一応期限を入れておきましょう。でキャンペーン名と別にですね、こっちはグループ名っていうのも必要になってきますね。G001 でグループごとにオンにしたりオフにしたりできます。でこのグループに入れる商品をここから選びます。 ADD リスティングで商品リストが表示されますけど、ここでジャンルを絞ったりとか金額で絞ったりすることができる。とりあえず今全商品が出てますんで、いくつか選んで試しにこれを加えてみます。 ADD で2つの商品がこのグループ、この G001 っていうグループに2つの商品が登録されました。今度キーワードを設定します。ちなみにこう最初にこのキーワードはどうですかって商品からこのキーワードニコンとかこのキーワードはどうですかっていうおすすめが出てます。このキーワードで検索された時に表示される広告っていうことです。でこのおすすめをチェックを使うか、もしくはここで自分で例えばニコンとかメーカー名を入れたりとか、検索されやすいであろうかつライバルが少ないであろうキーワードを登録してここへ加えます。でここがですね exact 普通に純不動でキーワードが一致すれば広告が表示されるっていう、普通の状態です。でこっちにするとフレーズ検索なんで文章として前後のつながりも一致してないと表示されない。フレーズでの一致ですね。とりあえずこっち exact にしておきます。でキーワードを加えます。これ今加えたキーワードですね。ニコンで exact 1クリックいくらビットしますか？ 0.44 円
でこれがライバルよりも高ければ高いほどこのキーワードで検索された時に有利になるということですね。これ1ドルにすると1日1回で終わっちゃうんで 0.1 とかに設定してローンチ。このキャンペーンの中で今このグループが設定されました。でこれで Go to ダッシュボード。はい、これが今設定したやつです。まだ全然ゼロですね。クリック数ゼロ。これで始まったばっかりなんでどの程度効果あるのか分かんないですけど、とりあえずまだライバルも少ないでしょうから安い金額でね設定してもいいと思います。ただこっちはね売れなくても毎日お金が取られるっていうのは注意ですね。eBay のセラーポータルにちょっとした解説が載ってるんですけれども、スタンダードとアドバンス両方実施している場合、最後にクリックがあった方が販売に貢献したとして評価されますとなってますね。だからスタンダード、今までのスタンダードをクリックされてその後にアドバンストをクリックされた場合はアドバンストの広告が有効なんで、その前にクリックされたスタンダードの広告費は発生しない。反対にアドバンストをクリックした後にスタンダードの広告がクリックされて売れた場合はスタンダードの広告費が請求されます。でアドバンストもクリックされたら請求されるので、クリック数に応じて請求されるんで、両方請求されるっていうことですね。後にクリックされた方が有効になるっていうことですね。ここにもう一個例が書いてあります。スタンダード旧型の広告で 5% でバイヤーがクリックしましたと。でその後 4% に変更された場合は、5% なんですけれども、 4% に変更されてから再度クリックされた場合はその後にクリックされた方の 4% が有効になりますと。ちなみにこの 4% クリックされて30日以上経った場合は、ここには書いてないですけど広告費は請求はされないです。プロモーテッドリスティングスタンダードはクリックされてから30日間有効です。また後からクリックされた方が有効なんで、例えば最初 1% だったんだけれども 10% に変更した直後にその 10% をクリックされて購入された場合は 10% が有効。 10% に変更しても 1% の時にクリックされて30日以内に買われた場合は 1% が有効。最後にクリックされた方が有効ということですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。